く無知なまま息止めをしたり、水中に潜るのははっきり言って行為です。下手したらます。今回の素潜りマーメイド研究所の研究テーマはブラックアウトについてです。ブラックアウトって聞いたことありますか？知らない？ブラックアウトを知らずに水に潜ることは非常にまずいです。命に関わります。今回は素潜りマーメイドスイムでぜひ知っておきたいブラックアウトについてお話しします。このチャンネルでは息止めをテーマにした動画が人気なんですね。水中息止めチャレンジをしている YouTuber さんも多いですし、素潜りやマーメイドスイムをしている方にとっては1秒でも長く潜っていたいと思いますよね。実際人魚の皆さんも息止めの練習を普段しています。でもブラックアウトという現象について全く無知なまま息止めをしたり、水中に潜るのははっきり言って行為です。下手したらます。YouTube の規約的にここをピオンばかりになると思いますが、それでもあえて言わないといけないぐらい命に関わる重大なことです。この動画を見れば息止めにおいてはやってはいけないこと、ブラックアウトという現象がいかに恐ろしいか、そしてあなたの命を守るためにどうしたらいいかがわかります。大切なお話をします。あなたご自身だけじゃありません。大事なご家族、お友達を守るためにもぜひ頭に入れておいてくださいね。と、その前にマリダイバー素潜りマーメイド研究所では素潜りやマーメイドスイムについて私自らが実験体となり検証するだけではなくて、潜るためのコツやレアな情報をお伝えして皆様と水の中の楽しさを共有したいと思っています。ダイビングでも知らないと損する非常にためになる知識も簡単に身につきますよ。当研究所で一緒に研究してみませんか？ぜひ研究員の一人としてあなたもチャンネル登録をしてくださいね。ちょっと前にこんな動画を出しました。水中に沈むための方法ですね。この技術の中の一つに息を吐き切るというやり方があります。プロのマーメイドの方はショーなどで浅い水深の水槽に沈む必要があったりするんです。その時には息をふーっと吐き切ることで体を水中に沈ませることができます。人間の体は肺の中にたっぷり空気があると沈まないようにできています。動けない方からすると意外かもしれませんが、人間が水に沈むのはかなり難しいことなんですね。だから人間の皆さんは練習会などで息を吐いて沈むトレーニングをするんですね。でね、こんなリクエストをいただきました。永田恭平さんですね。ありがとうございます。チャンネル登録しました。ありがとうございます。息止め5分はすごいですね。息を吐いてからどれだけ潜れるのか検証してほしいです。はい、息を吐いてからどれだけの時間潜れるかという検証、これね、マーメイドにとってはとても大事なことです。というわけで実際にやってみました。私は下にネオプレーン素材のパンツを履いていますので浮力が増していて非常に水に沈みにくくなっております。だから息を吐いただけでは沈めません。そこではしごを使って水中に沈んでおります。はい、スタート。はい、30秒ですね。実はね、これ私の限界の長さではなくて30秒というのは私が自分で決めている時間なんです。フリーダイビングの息止め競技スタティックアプネアで5分息を止めていられる私ですが、息を吐き切った状態では30秒ほどで浮上しようと決めています。というのもね、この
息を吐き切って潜るという行為は非常に危険で、訓練なしに絶対にやってはいけないものなんです。これでタイトル回収のブラックアウトの話になります。ブラックアウトというのはフリーダイビングや素潜り、マーメイドスイムの世界では一時的に意識を失うことを意味します。呼吸を我慢しすぎることで酸欠状態になって脳の酸素濃度が低くなり、まるでパソコンやスマホが急に落ちるように意識が飛んでしまうんです。この時間はほんの数秒であったり、または数十秒気絶していることもあります。このブラックアウトはなぜ起こるのかというと、脳の中でも心臓を動かしたり、呼吸をするための脳幹という部分があります。脳幹の機能が落ちると死んでしまいますよね。だから脳幹を第一優先で動かすためにそちらに酸素を送ります。そして脳の中でも意識や記憶は、この緊急事態ですからもう後回しで、意識や記憶を司る大脳の部分に酸素を回さなくなるからブラックアウトが起こるんです。陸上で意識を失っても周りに空気はいっぱいありますよね。だから窒息死することはありません。でも水中で意識を失ったらどうでしょう。そこが水深5メートル10メートルの海の底なら、周りに誰もいなかったらどうなります？もう言わなくても分かりますよね。いや大丈夫苦しくなったらちゃんとやめるからと気楽に考えている方もいらっしゃいます。でもね、違うんですよ。ブラックアウトってね、気がついたらなってるものなんです。私は幸いブラックアウトの経験がないんですが、以前フリーダイバーの方に聞いた話では全く予想できなかったって言うんです。普通はこう思いますよね。もう我慢して苦しくなって、もう限界ってなってからブラックアウトすると思うじゃないですか。でもね、そうじゃないんです。いや、まだいける、全然余裕じゃん、いけると思ってたら急に場面が飛んでプールの上に引き上げられてるのに気づいて、ここどこ？今自分何してるの？っていう状態だったそうです。それこそ電気がパチッとね、停電になるような感じみたいです。自分ではわからないことが多いんです。だから自分の限界の一歩手前でやめる勇気が必要なんですね。フリーダイビングのスタティックアプネアの試合では、すぐ隣に様子を見てくれている相棒バディがいて、で救命資格を持ったダイバーさんも待機していて、そして救命措置ができるドクターもスタンバイしているという万全の状態で行っています。息止めのプロフェッショナルであるフリーダイビングの選手でさえ、このガッチガチに安全対策をした上で息止めを行うんです。息を吐き切って水に潜る行為がいかに危ないものかがわかるかと思います。ちなみに私のタイムを見てくださったシェリーナ先生は SSI マーメイドインストラクター、 SSI スノーケリングインストラクター、ドルフィンスイマー、パディフリーダイバー、 SSI リアクトライト救急法、赤十字水上安全法救助員の1と2、そしてプロのマーメイドパフォーマーというね、たくさんの資格をお持ちです。私自身もパディのフリーダイバー、スキンダイバーの資格を持っております。だからこのような実験をしても大丈夫なんですね。とはいえね、マーメイドスイムをする方は息を吐いて水に潜る技術は必須科目となっています。だからブラックアウトとは何か正しい知識を持って、自分がどのくらいの時間息を止めていられるのか、そして息を吐いて潜っていられる時間はどのくらいなのか、練習を重ねる上で把握してそれを守らないといけません。私の場合は息を吐いた状態では30秒、それ以上は我慢しないこれが私のルールです。今回はちょっと真面目なお話になってしまいましたね。でもね、とっても大切なことです。息止め動画ではいつもハイパーベンチレーションはやらないでとか、絶対に一人で息止めしないでってもうくどいほど言ってますよね。
水の中は楽しいです。でも楽しいだけでなくリスクもあるんだとあなたに知っておいてほしいんです。それはあなた一人だけの問題じゃないです。万が一のことが起こったら、あなたの大切なお友達、ご家族の一生のトラウマになってしまうかもしれません。あなたご自身と周りの人のためにもブラックアウトのことをぜひ忘れないでいてくださいね。